にちは、アリスチャンネルです。今回はずるい言い換え辞典。著者の斉藤勲さんは立正大学名誉教授、日本ビジネス心理学会の会長です。この本では心理学に基づいて嫌な気持ちにさせない断り方や相手に言うことを聞いてもらえたりするテクニックをご紹介します。早速見ていきましょう。はい、まず第1章は心を操る第一歩。挨拶と相槌と社交辞令。相槌で好印象を与える。会話の際に良い印象を持ってもらうためのちょっとした工夫があります。それは他人とコミュニケーションを取るときに相槌に変化をつけることです。普通はうんうんとかへえとかそんな感じだと思いますが、時々すごいですねとかなるほどと驚きや簡単な言葉を挟むことが効果的です。ノースカロライナ大学のチェスター・インスコ博士が行った研究で、シンプルな相槌よりも好意的な相槌を打つ方が好印象になることを証明しています。相槌一つでイメージを変えることができるならすぐに試してみましょう。初対面の緊張をほぐす。第一印象で親近感を持たせたいと思うとき、どんな言葉をかけるのが良いでしょうか。多くの人は自分に親しみやすい内容に対して好印象を持ちます。ニューヨーク大学のグレーニー教授は最初に友人についての質問と同僚についての質問をそれぞれの被験者に行い、その後さらに話を聞かせてもらう実験をしました。友人についての質問をした方がその後の質問に対しての回答率も高くなったといいます。つまり最初に親近感が湧く会話をすればその後の付き合いに良い影響を与えるのです。同じ趣味があるなどの共通項を見つけるとか、出身地についての会話などから始めるのが効果的です。聞きづらい話を聞き出す。聞きづらい話を尋ねるときに使うと有効なテクニックがあります。例えば、事故に関する話を聞きたいと思ったら、実は私も若い時に大きい事故に遭って、と先に自分の情報を開示すると、相手もオープンに話をしやすくなります。これは自己開示の法則と呼ばれており、その信憑性の高さは証明されています。この自己開示の内容は、プライバシーに踏み込んだ内容を開示する方が、相手もオープンになる傾向があります。人のことを知りたいと思ったら、まず自分が一番しにくい話からしてみるといいでしょう。信頼関係を強くする。関係性を深めるのに有用なことは、誰にでも当てはまりそうな性格診断風に話をしてみると良いです。のんきそうに見えるけど実は真面目だよねとか、明るく見えるけど何か困ったことがあるんじゃないのというように深層心理に訴えかけるような会話をすると、相手は自分を理解してくれていると感じて親近感を持つようになります。この手法をバーナム効果といい、人との信頼関係を築く際に有効だとされています。性格診断風の話は信用を得やすいのです。確かに多くの人は何かしら悩みを抱えていたり、表に出せないものを持っているものです。そんな自分の裏側に理解がある人と思ってもらえれば信頼を得やすくなるのです。親近感を演出する。名前を呼ぶことで好感度を上げる効果があると言われています。これはネームリング効果と言われており、あなたなどと呼ぶよりも名前で呼んだ方が親近感が湧くのです。自分の名前というのは生まれた時から頻繁に呼ばれているので、言葉にされると無意識に親近感が湧きます。井上さん、こんにちは。前田さん、ありがとう。などのように名前を付け加えるだけで効果は抜群です。意中の人に好かれる。事前の情報を知らない状態で親しい関係になろうという時にはミラーリング効果が有効です。相手の言葉や仕草をシンプルに真似るというものですが、意外と効果的です。相手が腕を組んでいたら自分も組んでみたり、相手の口癖と同じ言葉を使ってみたりすると、相手は無意識のうちに自分に同調を得ていると感じて親近感が湧いてしまうのです。趣味や外見に同調したり、食べ物やペットなど好みに同調するのも効果的です。ただし、あまりしつこくすると嫌悪感につながるかもしれませんので、ほどほどにしましょう。
次は印象アップ術です。相手を気持ちよくさせる。褒められて嬉しくない人はいませんが、言い方やタイミングによって効果的でないこともあります。褒められて嬉しいのは自分の価値観を評価された時です。このことを自己重要感と呼びます。例えば、その服素敵ですねと褒められても、服は市販品なのでそれほど嬉しくありませんが、その服を選ぶところがさすがのセンスですねというように、センスの良さを褒められると自分自身を褒めてくれたと感じます。いかに直接的に相手のいいところを言葉で表現できるかが大切です。また、褒めるときに気をつけるのは、何かと比較して褒めることは要注意。例えば、可愛くなったねなどの過去との比較は過去を批判することになるし、知人との比較は知人の批判になるのでやめた方がいいでしょう。手強いやつ認定されつつ好印象を与える。何かで結果を出すには様々なことを想定する必要があり、何でも簡単に対応してくれる人はできる人のように見えても、実は抜けたところが多いとも見られます。逆に最初はちょっと手強いなと思っても、責任感を持ってやり遂げてくれる方がありがたいものです。このギャップ萌え的な効果をゲインロス効果と言います。最初にハードな面を見せ、後からイージーな側面を見せる。この方が最終的に印象は良くなります。これが逆だと印象が悪くなるばかりなので注意が必要です。これは交渉の際にも活用できます。最終的に良い印象を持ってもらうには、最初の印象はあえて少し悪いぐらいの方が良いのです。肯定は後出しすることで大きな効果を残すと心得ましょう。次はノーと言わせない頼み方をご紹介します。ノーをイエスに変える。お願い事を人にするとき、断られやすい方法と承諾されやすい方法があります。少し困難な内容をお願いするときは、こちらも気遅れして頼みにくいものですが、そんな時にはドアインザフェイステクニックという方法を使ってみましょう。まず最初にハードルの高いお願いをして、断られたら本来頼みたかったことをお願いする。そうすると相手は一旦断ってしまった手前、2回も断ることに罪悪感を感じ、さらに最初のお願いよりも引き受けやすい内容であるため、承諾しやすくなります。例えば、意中の人を食事に誘いたい場合には、まず最初に、今度旅行に行かない？と言ってみて、断られたら、では一度食事でもどうですか？と誘ってみると、いきなり旅行は行けないけど、食事ならいいか、と OK が出やすくなるでしょう。これはビジネスにおいても頻繁に使われる手法で、最初に10万円の商品を提示され、とても買えないと断った後に5万円の商品を提示されると、安いかなと思って買ってしまうのはよくあります。またもう一つ、相手にイエスと言わせる方法があります。イエスのメンタルリセットと呼ばれるテクニックで、簡単なお願いから始める方法です。コピーを頼むとか、届け物を頼むとか、簡単なお願いを始めて、何か頼むたびにイエスと答えさせるのが第一歩です。これを何度も繰り返すうちに、いつの間にか断りにくい心理状態が作られているため、徐々に負担の大きい頼み事をしていっても、ノーと言わないばかりか、疑問すら抱かなくなってしまうのです。例えば、駅前で募金を行っている団体がいたとします。まず最初にあなたに、1分でいいのでお話だけ聞いてくださいと言います。あなたは、どうせ待ち合わせをしていて、まだ相手は来ないし、1分ならいいか、と思って話を聞きます。次に、じゃあ、署名いいですかと言われて、あなたはついつい署名をします。最後に、お気持ちだけでも構いませんので、募金もお願いします。と言われると、あなたはそこで断りにくくなってしまうという手法です。くれぐれも気をつけてください。選択肢を限定して決めさせる。人に何かを依頼したり、いくつかの選択肢の中から一つの商品を選んでもらう場合に、どんな方法が適しているでしょうか。20種類の商品の中から一つを選ぶ場合と、4種類の中から選ぶ場合では、どちらの方が最終的な購入までたどり着きやすくなるでしょうか。答えは4種類の方です。選択肢が多ければ多いほど、
いざ選ぶ時になると、その選択肢の多さのせいで、最終決定に至りにくいという人が多いのです。この方法は、ジャムの法則と呼ばれています。コロンビア大学のアイエンガー博士が、ジャムの試食販売の実験で実証したものなのです。ジャムの試食販売を6種類と24種類の試食を用意します。結果は、試食される機会が多かったのは24種類の方ですが、購入まで至った人数は6種類の方が圧倒的に多かったのです。アイエンガー博士は適切な選択肢の数を購入のマジカルナンバーと呼んでおり、5から9の数が適正な数だと言っています。商品の販売に限らず、例えば家族に家事をお願いするときも、家事やっておいてねと頼むのではなく、洗濯とトイレ掃除、どっちならできると絞り込んだ方が受け入れやすくなります。このどちらかしか選べない方法はダブルバインドという手法で、セールスマンがよく使うテクニックです。さあ次は断り方と逃げ方をご紹介します。嫌なことをうまく断る。上手に物を断る時の手法として過去限定条件というものがあります。これは過去であればできたということを説明することです。例えば仕事で明後日の夜までにこの書類を仕上げてくれと言われたら、1週間前におっしゃっていただけたらできたんですがと返すのです。これで過去ならできたと匂わせつつ断るミッションはコンプリートです。相手もじゃあ仕方ないかと諦めやすくなります。また未来を使う方法もあります。3日以内にできますかと言われて、1週間ならできますと応じれば、じゃあ別の人に頼むかとなるはずです。とはいえ、1週間でいいからそれで頼むわという可能性もゼロではないので、確実に断りたいなら過去限定条件が最強の方法です。最後はつい言うことを聞いてしまう巧みな誘導をご紹介します。相手に何かをやりたくさせる方法。お笑い芸人のダチョウ倶楽部の有名なフレーズ、押すなよ押すなよは、押してねという意味ですが、私たちの生活でも見てはいけないと言われたら見てみたくなるものです。人間は禁止された行動に惹かれてしまう生き物なのです。これをカリギュラ効果と言います。これは1980年、アメリカで公開された映画カリギュラが、その過激な内容のためにボストンで上映禁止になったのですが、禁止になってむしろ大きな話題を集めてしまったことに由来します。この方法は恋愛における駆け引きやビジネスの交渉など様々な場面で使うことができます。仕事を手伝ってほしいときには、この仕事は一人で頑張りたい。だから手伝うとか言わないでよと言ってみましょう。相手は手伝いたいとムズムズしてくるはずです。恋愛の駆け引きで使いたいなら、好きにならないでとか誘わないでというセリフが有効です。それを言われると、相手は好きになるかどうかは自分で決めたいと思ってあなたを意識するようになるでしょう。そしてあなたを意識してきたら、相手はそのうち週末は何してたのと聞いてくることでしょう。あなたの返答はこの一択です。聞かないで、教えない。かなりの確率で相手は何？聞きたいと食いついてくることでしょう。もし家に誘いたいならば、家には来ちゃダメ、見せられないものばかりだからと言えば OK です。相手は家に行きたくて仕方がない状態になるでしょう。これで本の紹介を終わります。この本にはたくさんの役に立つ言い回しがあります。ぜひ手に取って読んでみてはいかがでしょうか。次の本でお会いしましょう。